皆さんこんにちは。今回のカレンゲームラボは美少女が活躍する RPG 系統のジャンルやハイクオリティなスピード感と迫力のある武術アクションを楽しめるタイトルを紹介したいと思います。今年もあとわずかとなりますが、張り切ってまいりましょう。一つ目のタイトルはデュアルレルムスリンクポイント。開発はメタルオクトパススタジオ。ジャンルはスチームパンクアクション RPG。 世界観は群像劇ファンタジー。特徴はアクション RPG では珍しく、メインストーリーの各章は短編で構成されていくシリーズプレイというゲームスタイルを採用。主人公がそれぞれ異なる内容となっており、全体を通してみるとつながってくる感じのストーリー展開となっております。そのため操作キャラも固定ではなく変動していくスタイルとなっており、さらに物語とバトルがシームレスに組み合わさっていることで、ドラマを見ているような形でゲームを進めることができるようです。またバトルにおいて TPS 視点のアクションバトルやベルトスクロール方式のバトル、さらに FF7 にもあったバイクバトルのようなものもあり、様々な形式のバトル要素が備わっているようです。装備については武器の種類も100を超え、斬新で新鮮なゲームスタイルを形成することが可能となっております。 3D で表現されたハイクオリティなキャラも特徴的で、かなりモデリングがよくできているように感じます。金属的な表現を出しつつも、どことなく水彩画を彷彿させるような表現があったり、相当キャラデザには力を入れているのが伺えます。また開発中のためグローバル展開については言及されておらず、日本でのリリースは分かりませんが、新しいスタイルのゲームなのでぜひリリースしたら遊んでみたいと思います。なお2023年1月5日より小規模テストが実施され、今後細かい情報が出てくると思うので、最新情報があれば改めて紹介したいと思います。2つ目のタイトルは白バラ回廊アシュエコーズ。開発は上海キャンドルドラゴン。ジャンルはリアルタイムストラテジー RPG。 世界観は近未来都市型マルチバース異世界ファンタジー。特徴は何といってもリアルタイムで進行するシミュレーションバトルで、様々な世界線のキャラクターを仲間にし、相互作用によるスキルの組み合わせで豊富なバリエーションでバトルを楽しむことができる内容となっています。またシミュレーション RPG とはいえ、キャラの細かいモーションが滑らかに表現されてたり、大きなアクションを取ったり、さらにカット演出はクオリティの高いものになっていたりと、細かいところでこだわりのある作品と感じます。また育成画面などで表示されるキャラの 3D デザインはかなりよくできていて、ぶっちゃけ言ってしまうと、なんかこのままの状態で MMORPG として作り込まれてたらかなり良かったんですけどね、ちょっともったいない気がします。なお本タイトルの開発陣には Steam で配信中の MMORPG 古剣騎譚の開発も携わっており、ゲームに登場するキャラの中にも古剣騎譚のキャラが登場したりします。そもそも古剣騎譚とは何ぞやってところですが、中国神話に基づいた物語を題材にした RPG で、中国ではかなり人気のあるゲーム作品となっております。ドラマ化はもちろん実写映画化までされるゲーム発信の IP タイトル。日本でも2019年7月にソード・オブ・レジェンドといったタイトル名で映画が上映されております。なんかこの広告見た記憶があるんですよね。ゲームの売りであるバトル部分については現時点ではどの程度戦略性が楽しめるのか不明ではありますが、ベータテストも近々行われるようなので、今後機会があれば改めてお伝えしようと思います。気になる方は概要欄に URL を記載しておきます。3つ目のタイトルはアンカーパニック。開発はレイアンゲームス。ジャンルは RPG。世界観は近未来 SF。特徴は実際にこのゲームテストプレイに参加したので、細かいところをお伝えすると、基本ステージは踏破型で進行する単性 RPG で、バトルの特徴はスキル発動時の演出が派手なことはもちろん、スキルをコンボさせることができる仕様となってます。これだけ聞くとキャラ同士のスキルをつなげていくのかっていうイメージかと思うのですが、このゲーム攻撃ターンのキャラは自動で通常攻撃を開始し、その攻撃中にスキルボタンをタップすることでコンボをつなげることが可能となってます。これが意外と秀逸で、よくある単性 RPG だと次の攻撃どうしようかと割と考えられるのですが、この手のタイプだと次の攻撃はどういうものが有効なのか瞬時の状況判断が必要となってくる感じで、変な意味でスピード感を持って楽しむことができます。
初見でプレイした時はなんとなくアクション RPG やってるような感じになりました。なかなかこのタイプのバトルはないのかなと思います。またバトル開始前に陣形の設定があって、これが結構くせ者で、陣形によっては敵の範囲攻撃を回避することもできたり、こちらの範囲攻撃が敵に当たらなかったり、キャラによっては配置する位置を考えていないとフルボッコにされたりするので、シミュレーション的な要素も備わっていて、結構編成を考えるのが面白いかなと思いました。陣形部分の考え方は個人的にはオルタンシアサーガのバトルに近いような感じがします。ちょっとネガティブな部分をお伝えすると、コンボ攻撃の発動時にキャラの攻撃モーションを見せたいがために急にテンポが悪くなる。奥義などカットインの入っているスキル発動時にテンポが悪くなるならまだしも、特殊なカットインが入らない通常スキルのコンボでテンポが悪くなるのはちょっと残念な感じがしました。もう一つは敵の攻撃力が結構高いので、早い段階で育成周回をしないといけなくなる。さらに周回必須の割にはスキップ機能やドロップ数を上げられるようなスタミナバイク系要素もなく、結構ガチなマラソン要素になっていて、ちょっと疲れてしまう。こういった部分は他のプレイヤーも感じている部分かと思うので、テスト終了後のフィードバックでどの程度改善されるか注目したいところです。ストーリーはもちろんキャラの等身モデルや 2D モデリングなどもよくできていて、箱庭などのめでる要素もしっかりあって楽しめる要素はいろいろあるので、あとはバトル部分をなんとかしてほしいかなといった感じです。結構ね面白いゲームなので、ぜひね日本への展開も検討していただきたいと思います。4つ目のタイトルはスピリットディードギル。開発はプージューゲームス。ジャンルは横スクロールアクション、世界観はファンタジー。特徴はなんとこのゲーム2人で協力プレイのできる横スクロールアクションとなっていて、1人でも十分に楽しめ、さらに友達やゲーム内のフレンドと一緒に遊べる要素があるみたいです。2人ってなかなかないですよね。3人とかならよくありそうなんですけども、さらに横スクロール型のゲームでってなるとかなり希少ですよね。しかも割としっかり協力しないとクリアできない感じのタイプなので、果たしてスマホゲームで成立するのかちょっと気になったりしております。モンストなんかでもプレイ中様々な理由で抜けてしまう方とかもいますけど、最悪抜けた方のキャラはホストがそのまま利用できるので問題ないんですが、このゲームは途中抜けた場合オートで動いてくれるんですかね。他にも気になる部分はいっぱいあって、1プレイにかかる時間や2人でやるメリットとしての報酬設計などどうなっているのかがかなり気になります。過去に実施されたベータテストでは育成やイベントダンジョンなど2人協力プレイとなっている部分が多かったようで、あまり結果が良くなかったらしく、現時点では1人でも十分遊べるような状態に変更しているようです。ただし開発側はあくまでも協力プレイを推奨しているみたいです。またこのタイトル PVP 要素もあるみたいで、リアルタイム対戦が楽しめるようです。リアルタイムによる PVP と PVE を両立した横スクロールアクションゲームってのもなかなか見ないですよね。かなり気になります。意外と YouTuber 向けのゲームかもしれないですねこれ実際プレイ映像を見てても割とスクロールアクションとしては面白そうだなと思うので、ぜひねリリースしたら遊んでみたいタイトルです。ちなみにベータテストが実施されており、早ければ来年中にはリリースされる可能性があるので、リリースしたら一度は遊んでみようと思います。5つ目のタイトルは一人のスターザ・アウトキャスト。開発はテンセントゲームズ子会社のモアファンスタジオ。ジャンルは武術アクション。世界観は現代における特殊な能力を持つ偉人がバトルを繰り広げる世界。世界観がちょっと合ってるか分かんないんですけど、特徴はこのタイトル中国で人気の漫画作品一人の下が原作となっており、アニメ化もされている人気作品。日本でも翻訳され、原作漫画はジャンププラスなどで読むことができ、アニメも2016年に1期2017年に2期が放送されてます。一人の下を知らない方にちょっと概要をお話しすると、主人公ソランはクンフーの達人でいろいろな気を操れる特殊な能力の持ち主。この能力はソランの祖父から伝承され、むやみやたらに使うなという教えのもと大学に通うため都会暮らしを始めます。そんな中ひょんなことから突然ゾンビに襲われ、特殊な異能を持つ偉人たちとのバトルを繰り広げていくというのが大まかな内容。アニメは見てないのでどんな感じかわからないんですが、原作をちょっと読んでみた感じ、
バトル漫画としては結構面白いかなといった印象です。無料で読めるので気になる方は概要欄に URL を記載しておきます。でこのゲームまだ開発段階で原作の追体験なのかオリジナルストーリーなのかちょっとわからないんですが、バトル映像を見てるとかなりスピーディーなアクションバトルが楽しめそうな内容となってます。また最近主流になりつつあるアニメーションからのシームレスに展開されるバトルはスピード感を壊すことなくバトルを楽しめ、フンフンのモーションも綿密に描写されているのでスピード感と迫力のあるバトルが体験できそうな感じがします。まあ世界観や概要を知らずにこの PV 見ると完全にホラーサバイバル系のゲームなのかなといった感じですが、この PV 見た時にこのクオリティの高さがやばいなと思いました。お金のかけ方が半端ねえなといった感じです。こういったタイトルがどんどん日本市場に上陸してくるとプレイヤーとしては魅力的な作品が増えて良いのですが、日本のゲームメーカーからすると冷や汗しか出ないですね。当然中国ゲームメーカー全てのタイトルがこういうものばかりではないんですが、資本のある企業が関わっているタイトルや新進気鋭のやる気のある開発スタジオさんなんかはかなりクオリティの高いタイトルを出しているような気がしますので、各社ライバル意識を持ってどこよりも良いものを作ってやろうって意識がふつふつと感じます。今回は美少女が活躍する RPG からハイクオリティ武術アクション5本を紹介してまいりましたがいかがでしょうか。日本展開についてはまだまだ不明なものばかりですが、どれも楽しめそうなものばかりですので、展開されたらぜひ一度はプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけるとありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。次回も引き続きよろしくお願いします。